前に感動する企業があるっていう話をしたと思うんですけど、私一社ね、ブラジルで本当に未だにこの自分のこう職業人としていろんな会社とかいろんな人に会ってきた中で、この会社だけはね、本当に未だに理解できないし、自分のこう、プロというか、その職業人として仕事をしていく上で、いつもなんでなんだっていうことを考えてる企業の一つなんですよね。で、未だにそんなにちょっと今思い出せないんですけど、思い出せないということは他にないんだと思うんですけど、ちょっとこの企業と同類の企業っていうのはほとんど見たことがないし知らないんですよね。で、その話をしたいと思うんですけど、で私ね、ブラジルはよく行くんですけど、もうブラジルは通訳とかいらないんですよ。で、ほぼほぼ現地の人と混じって話してると、あんまり向こうも外国人っていうのは分かんない。で、ブラジルって日系人多いですし、外見もそんなに違わないんで、そんな感じなんですけど、で、何をやるかっていうと、空港に着くじゃないですか。そうすると、タクシーの運転手さんに声をかけて、ホテルまで行くのにタクシー使うんですけど、で、その人に飯食いに行こうよとか、本当に、そういうオープンな国なんで、そういうのは全然できるんですけど、気分のいい人とか、そういうのが好きな人ですね。かつ、で、真面目そうな人だと、あんまり真面目すぎるとね、やっぱり面白くないんですけど、そういう人に会えば、その人に、じゃあ、例えば3日間もう付きっきりで一緒に仕事回ってくれっていう感じでお願いしたりとかね。そうすると、なんか本当に友達みたいになって、いまだにこう、終わってから次いつ来るんだとか、LINE でこう話したりとか、WhatsApp とかで話したりとかして、で、2回目戻ったら、じゃあ、できる限りその人に頼むようにして、で、そうなるとまたいろんなとこに食事に行ったりとか、もうずっと食事もずっと一緒なんですよ。で、お客さんのところに行くときは、その人はいない、タクシーの運転手さんはいないときもあるんですけど、じゃあ一緒にどっか飯食いに行こうよねっていうと、もうタクシーの運転手さんとお客さんというか我々が会わなきゃいけない人と一緒に行くときも結構あるんですよね。そうなんですね。で、1週間ぐらいとかいるときあるんですけど、そういうときには、じゃあタクシーの運転手の家族と一緒にご飯食べに行ったりとか、そんな感じで、でも本当に自分も楽しいですね、そうすると。で、仕事もね、すごく手伝ってくれるんですよ。いろいろこう細かい作業、そのコンピューター打ったりとかはできないんですけど、いろんなところでね、すごく役に立つし、思い出に残ることもいっぱいあって、なので、自分で運転しない方がいい。よく、経済的にちょっと治安が良くないところとか、経済も良くないところとか、インフラが良くないところとか、っていうのは、もうタクシーの運転手さんをナンパしてっていうのが上等手段なんですよね。でもね、本当に観光のガイドの人たちで、ある程度裕福な人たちは、例えば1日ガイドを雇ってとかっていう人も多いんですけど、タクシーの運転手さん、大体観光地は知ってるし、説明もできるし、で、一緒にいて、その国の人たちと何らかのこう交流を持つっていうのは、すごくおすすめ。なんですよね。費用的にもね、交渉すればガイドさん1日頼むよりも安く、車付きでね、やってくれる国も多いですし、運転手さん自体が喜びますよ。わざわざ海外から来て、たまたま会った客が、なんか3日間ぐらい一緒に過ごして、飯も全部一緒に食ったんだみたいな、みんな自慢してたりとかね、するんで、そういうのって一つの手法として、いいんじゃないかなと思ってます。で、話はちょっとずれちゃったんですけど、今ね、本当に世界中で環境問題っていうのが注目されていて、で、そもそもね、今のプラスチックっていう部分もあるんですけど、大気汚染とかね、CO2 の排出量ですとか、いろいろあるんですけど、結構その先駆け、環境問題の先駆けとなったのは、の一つに、塩ビとかね、そういうのもあると思うんですけど、アスベストっていうのがあるんですよ。小川さん、アスベストとか聞いたことないでしょ、もう。いや、聞いたことはありますが、もう何がとかはわからないです。昔の掘ったて小屋なんかの屋根に使ってたのがアスベストなんですよ。で、その屋根の写真、今見えると思うんですけど、この、波形になってるのがアスベストでできた屋根なんですよね。
で、断熱性が高いっていうのと、いろんな性質を持っている物質というか材料なので、はいいろんなところに使われていて、で、未だにそのいくつかの分野ではアスベストを超える性能を持つ材料っていうのは発見されてないみたいなところも結構あるんですよ。はい。ただ、これってその鉱山から取るんですけど、山とかでアスベストがある鉱山でそれを掘り起こして、そのアスベストをこう鉱山から取り出すっていう作業をするんですけど、その時に、綿みたいなもん綿というか繊維なんですけど、それがはい。空中に舞うんで、それを吸って肺をやられるっていうのが一つの環境というか、これもう環境も含むんですよね。結局その昔はそのアスベストの工場があったところはもう街中が雪が降ったようになってたっていう話なんで、はい。でそれを吸い込んだ人たちが肺をやられて肺疾患になってっていうのが一つの環境問題のその一つだったんですよ。はい。なので、多くの国ではそれを廃止、アスベストの使用自体を廃止し始めて、なのでもう今、日本では使ってないと思うし、もう小川さんの世代とかはアスベストっていうのはもう聞かないんじゃないかなと思うんですよね。はい。で世界にそのアスベストの産出国っていうのはいくつかあるんですけど、ブラジルってその一つなんですよ。で、ブラジルのその地図が今見えると思うんですけど、真ん中に赤い点があるじゃないですか。はい。で、これがその鉱山があるところで、私が訪問した会社で、ザマっていう SMA、これ略語なんですけど、この会社があるところで、で、下の点がサンパウロなんですけど、サンパウロから車で17時間なんですよね。はい。で17時間っていうと日本上から下まで行けるんじゃないかな、もっと長いんじゃないかなと思うんですけど確かに。はい。で今で17時間なんですよ。で当時もう何年も前なんですけど、もう本当にね、山賊が出そうなこう泥道を走っていったりとかしたんで、もうちょっとかかってるんじゃないかなと思うんですけど、はい。で環境問題に関してこうブラジルを訪問してたんで、環境問題ってやっぱ政治家の意向が反映されるんで、ブラジリアっていう首都があるんですね。これ本当に建設された首都で、何にもないところからここを首都にしようっていうんで、有名な建築家がデザイン、都市計画から全て行ってっていう街なんですよ。でブラジリアに行って、で政治家の人たちとかの意見を聞いて、でサンパウロを拠点に行動してたんで、一旦じゃあミーティングとか終わったんでサンパウロに戻りました。でその途端にこのザマっていう会社がインタビュー受けますっていうふうに回答してきたんですよね。で当時から当然その環境保護団体とかね、攻撃を受けてたんで、インタビューとかそういうのなかなか難しいだろうなと思ってたんですけど、趣旨を説明してインタビュー受けてもらって、じゃあ都合のいい日を指定してくれればできるだけ合わせるっていうんで、なんでサンパウロにいたんでどうしようかなと思ったんですけど、飛行機で行くにも結構不便なんですよ。なんでじゃあもうタクシーのうんちゃんナンパして行こうって思って、でそのあたりでタクシーのうんちゃんナンパしてここまで行こうよで、2日3日かかるね、往復で5日間ぐらいかかるよねっていう話で、でその間もう一緒に行って、で飯も一緒に全部出すからいいもの食えるよっていうのでナンパ代で一緒に来てもらって、で、お昼も一緒に食べて、夜も一緒に食べて、でなんかねこう運転しながらこういうのが食べてみたいよねっていうと、じゃああの地域だからとか言っていろいろ探してついてからねこう探してくれたりとか、本当にそういうのって非常に楽しいんですよね。で飯も一緒に食べて、で、ブラジルで一番みんなが喜ばれるのってシュラスコって言われているお肉のねこの串で焼いてあるのをいろんな種類のね、でそれをこう大きな包丁で切りながらみんなに配るみたいなスタイルが、東京でもあるんですけど、その中で、昔からですね一番有名なチェーンって言われているのがフォーゴ・ディ・シャンって言われているこのレストランで、
はい。ここに行くとね、バイキングみたいな形と、あとお肉が出てくるんで、ブラジル料理の大体のものはここに行けば食べれるっていうとこなんですよ。で、なので、大体でもブラジル行った人はね、行く人は、1回は行ってると思うんで、改めて、これから行く人はね、ぜひ行ってもらえば、この写真って私がよく行く、サンパウロにもね、何軒かあるんですけど、よく行く、本当にお店なんですよね。どこ行っても、ちょっとお店の特徴は変わってくるんですけど、大体同じようなものが出てくるんで、別にどこに行ってもいいのかなと思うし、個人経営みたいなところで、人との、こじんまりとやってるところでもね、全然美味しいんで、ぜひ、試してくださいっていうことなんですけど、で、そのザマにその3日間ぐらいについてね、2日後ぐらいかな、サンパウロから着いて、で、じゃあホテル入って、休んでると、タクシーのうんちゃんがね、じゃあ俺は警察に行ってくるよみたいな、どういう仕事で来ていて、どういう状況なんだみたいな話をずっとしてたんですけど、そうすると、我々が3時ぐらいにホテルに入って、ちょっと休もうかなと思ってたら、そのタクシーのうんちゃんは会社に行って、従業員とね、なんか話したりとかね、ブラジルってそういうのすごい普通にできるんですよね。なんで、周りをうろちょろして、そのあたりにいる従業員にいろいろ話を聞いて、で、こういう情報を取ってきたんだみたいな、タクシーの、彼もね、すごく嬉しかったと思うんですよ。そういうことで役に立てて。っていうのがあって、なのでね、もう、ブラジルでタクシーの運転手さんに助けられたっていうエピソードはいっぱいあるんですけど、一つの手法としてね、私は非常におすすめの手法、もうタクシーのうんちゃんと仲良くなって3日、4日、もうずっと一緒にいるっていうのがね、おすすめです。で、ザマーっていうのが、要はアスベストの会社なんですけど、なので、もう世界的な規制が入っているので、市場自体がなくなっていくわけなんですよ。で、やっぱもうブラジルの環境保護団体からは非常に責められてで、はっきり言ってしまうと、もう企業としてないし、自分が働いている環境自体が疑問視されている、ザマーとしてはできることの全てはやっていて、今科学的にザマの工場で働いている人たちが肺にね、健康に影響を受けることはないっていうふうに言い切ってるんですけど、いずれにしてもやっぱり不安になるわけじゃないですか、そういうところで働いてるとね。そうですね。でもうど田舎なわけですよ。本当に何にもなくて娯楽もないし、で働く場所で鉱山で働いてる人もいるし、やっぱ鉱山で働くと、いわゆる 3K みたいなあんまり、いい仕事っていうか、その報酬とやんなきゃいけないことっていうと、あんまり進んでこれが好きだっていう人は少ないのかなっていう気はしていて、で私は本当に職業に関しては、差別っていうのは本当に一切しないっていうのが主義なんですけど、社会的に見てあんまり皆さんが手を進んであげてやりたいっていう職業ではないよねっていう認識を持っていて、で、そういう会社に働いてるとやっぱりいろんな影響が出てくると思うんですよ。小川さんやっぱり嫌ですよね、そういう会社に働くっていうのは。望まないかもしれないですね。で、右と左に2つ会社があって、ザマーと同じ待遇で出してくれる普通の会社だったら普通の会社に行くと思いません？そういう攻撃されてる会社よりも。で、この会社はですね、私が行ったのは2012年ぐらいだったと思うんですけど、当時からブラジルで働いてる従業員の満足度がナンバーワンって言われてる会社なんですよ。で、今また改めて調べてみると、2017年にも同じように働く場所として、いろんなカテゴリーがあるんですよね。製造業とかそういう、その中で、ナンバーワンっていうのをまたもう継続的に獲得していてっていう会社なんですよね。で、我々も、当時の社長ではなくて会計部長だったかな、そういう人とミーティングさせてもらったんですけど、で本当にいろんなインタビューしていく中で、
我々もそのありきたりなことを聞いていくわけですよ。その環境問題に対してどう思ってますかとか、今後どうなりますかとかっていう話で、なので、インタビューの内容自体はね、そんなに興味深いっていうことはあんまりないと思うんですけど、こうやっぱりその態度っていうか、本当に誠実に答えてるんだなっていう認識をすごい受け始めて、で、いろんな話をしたんですけど、結構ね、私ちょっと覚えてなくて、こう頭が感情でいっぱいになってきて、こういう経営ができるんだっていう、本当に従業員のためにいろんなことをやって、でもそういう会社っていっぱいあるじゃないですか。はい。だからなんでこの会社が一番なのっていうのが、やっぱりね、本当に経営陣の心なんだなっていう以外に見つからないんですよ、未だに。なので、そこがね、いろんないいことを言う会社いっぱいあるんですよね。どの会社も言ってるんですけど、でも本当に従業員の心を打つって、やっぱ本当にこういう人たちが一生懸命こういろんな問題に対してね、誠実に取り組んできた結果っていうことで、従業員の満足度がナンバーワンだっていう。で、タクシーの運転手さんもいい会社だよって言うんですよ。その従業員と話したりとかしてね。で、一緒に会社の中についてきてもらって、で、インタビューは彼は入らないっていうことで、その会社の人たちにも紹介して、友達なんだよっていう、それはブラジルで結構普通なんですよね。で、外で待機してもらってて、で、一緒にまたインタビュー終わって出てくるときに、昨日話したやつだとかで、また話始めるんですけど、結構やっぱね、話聞いてると、本当に満足してるっていうのがいい会社だっていうのを本当に感じられるんですよね。なのでこういう会社もあるっていうのは私の中ではね本当に強烈な印象で、なので、いろんな企業さんと話をしていろんないいことを言ってる人たちも多いんですけど、常にねこの会社のことを考えて本当にその従業員っていうか、会社の業績も上げなきゃいけない、そもそも会社の業績が上がることが従業員の幸せの一歩っていうのは私は考えてるんですけど、従業員がね本当にこういう環境の中で本当に誇りを持ってね働いてる会社、そういうのはぜひ真似っていうか学ぶべきことはすごくあると思うんですよね。ちょっと行ってみたりとかね、そういうしないと、その人と会ってみないと、そこの感覚っていうのはね、どんなに言っても伝えきれない部分があるんですけど、こういう会社があるっていうのは、ちょっと心の中で置いておいてもらって、今自分が働いてる環境とかね、そういうのってちょっとあまりにも恵まれすぎてる、でもみんな幸せじゃないって思ってる人が多いじゃないですか。なのでそれをじゃあ自分が幸せになるにはやっぱり経営者のせいにしてもしょうがないんで、やっぱり自分の心がけ次第っていうのは結構あると思うんですよね。なので、心の奥にそういうこともあるんだっていうのを置いといて、自分の人生を良くしていくためにね活用していただければと思います。